こんにちは、ナッピーです。今日は100均セリアのフレームを切らずに作る小部屋の作り方、床が A4 サイズのタイプの紹介です。この小部屋はちょっと留め具は取り替えてしまったんですけど、こうやって壁紙を好きなものをセットすることができます。床板も取り外して好きなものを差し替え可能です。前回は床が B5 サイズのもの、ちょっと小ぶりです。これの作り方動画も紹介してありますので、気になる方はそちらも合わせてご覧ください。使う材料の説明です。 A4 サイズのフレームが1枚、ジャンコードはこちら、L 版サイズ、こういう細長いタイプです。これが1枚。ジャンコードはこちら、A5 サイズのフレームは2枚。ジャンコードはこちら。使う道具と接着剤の説明です。まずはペンチ、ちっちゃいのでも大きいのでもどっちでもいいんですけど、この裏の金具を取るのに使います。そして接着剤は木工用ボンド。ボンドだけだとこのフレームを貼り合わせることできないので、粗い紙やすりでやすって表面を荒らしてから貼ります。だいたい100番前後の木工用の紙やすりを用意してください。乾くまで固定するのにマスキングテープ、紙やすりするのがちょっとなっていう方は強力な接着剤、小西のウルトラ多用途 SU プレミアムソフト、これを使うとやすりがけせずに貼り合わせることできました。フレームのお値段より接着剤の値段の方が高くなってしまうんですけど、たくさん作りたいという方はこちらもおすすめです。注意書きもいっぱい書いてあったりするので気をつけて使ってみてください。作り方です。まずは後ろの背面ボードを全部外しちゃいます。そしてこの爪は危ないので内側に折り曲げておきます。A4 のフレームはこの爪を抜いちゃってください。とりあえずは背面は外して爪をこうして左右にグリグリすると抜けます。これが部屋の床になるので爪は必要ないです。次にこの外した MDF についている金具、これを外します。無理やりグリッとしてちょっと潰して平らにしておきます。もし取るの難しいっていう方は段ボールで同じものを作って壁紙にして使うのもありだと思います。次に貼り合わせるところに紙やすりをかけます。強力な接着剤使う方はやすりかけの必要ありません。A4 サイズが床になります。フレームのこのへこみのある方向にこうして床板を置いて使いたいので、こっち側を表にして貼ります。
こうして背面がつくので、こツルツルにする必要はなくて、ザラザラなざっとやすってあれば大丈夫です。そして側面はここにのります。反対側の側面もここにのります。この3箇所。次は背面。背面はこうやってつくので、少しここ見えちゃうので、この際の部分ここをやすりがけ。側面がこうやって貼り合わさるので、これもまたここの際の部分、反対側も側面はここに乗るので、ここ背面がここにくっつくので、ここ反対側も同じです。貼り合わせていきます。側面は前と後ろとぴったりなサイズになります。このまま背面、背面になるフレームのこの長い L 版のフレームはちょっとワイド長いんで 1mm か 2mm くらいちょっとはみ出ます。左右同じくらいはみ出して貼ればいいと思いますんで、こんな感じです。ちょこっとはみ出して、そしてここの角は側面がちょっと出ちゃいます。ここはもう仕方ないと思ってください。気になる方はちょっと背面上にして貼ってもいいと思うんですけど、貼りにくいことになったりするんで、今回はできるだけ簡単な作り方を紹介したいんで、こうやって作ってます。そして最後、反対側の側面です。こうなります。ここは揃うんですけど、この背面は 1mm くらいちょっと出っ張っちゃいます。これで1日くらい乾燥させて完成です。乾きました。ここに外した背面ボードをセットしていきます。あとは好きな壁紙を貼ったりして自由に飾って使ってみてください。今回私はお祭りのリーメントを飾ろうと思うので、
ブースで無料で配布しているダウンロードデータ、これを自由に切って背面にセットしていきます。この用紙が A4 サイズのデータなのでちょっとこう余白出ちゃうので、これは途中でついであります。はい、いかがでしたでしょうか。これ飾っているところは何日かかけてライブ配信でやってますので、気になる方はアーカイブチェックしてみてください。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。